中学生から楽しめる数学の歴史本、紹介します。数学は人間の役に立たない。そう感じるのは歴史を知らないからかもしれません。そこでおすすめするのは、数学は歴史をどう変えてきたか。この動画を見れば、数学の歴史を知る重要さがわかります。数学と人間の関係を知りたければ、ぜひ見てください。数学は歴史をどう変えてきたか。一言で言えば、中学生から楽しめる数学の歴史の本。サブタイトルは、ピラミッド建設から無限の探求へ。子供の頃に読んだ図鑑や、教科書併用の資料集、図説のようなレイアウトです。カラーで本を開いて図がないページはありません。雑誌ニュートンのスタイルに近いです。読めば数学の博物館に行った気分になれるでしょう。著者はイギリス出身のライター。大学では文学を専攻し、博士号を取得。さらに児童書作家の会に参加しています。それもあってか、子供でも興味の持てる話題選びがうまい。例えば、数の始まりについて。最初はマンモスの狩りをした時代。人類はその生活の中で羊や豚など家畜を飼うようになる。そこで渡り、角線法と呼ばれる数え方が使われていた。一匹一匹に対して石や希望を割り当てるもの。対応関係をつければ数字を知らなくても正確に数えられますね。現代の日本で近いものは正の字を書いて数える方法です。この本でまず感心したのは、ただ数学者だけの歴史になっていないこと。普通の人、人間の文化としての数学が描かれています。まず人間の歴史に驚ける本であって、さらにそこに数学の要素がある。もちろん、数学者のエピソードもあります。例えば、数の話では巨大な数、グラハム数のグラハムが出てくる。数学の証明で使われた過去最大の数である。という紹介です。ギネスブックに載ったのは1980年。歴史といっても、現代をきちんと扱っています。数学単体だけでなく、物理やコンピュータの話題もあります。学校では、数学、物理、情報はバラバラに学びます。しかし歴史的には、それらは切り離せないものでした。人間という軸でつながった学問の姿を見れる。貴重な本です。この本を勧めるのは、まずは中学生や高校生。教科書以外に読める本として、全員に配ってほしいレベル。数学というと、教科書と問題集が配られる印象です。国語や歴史では資料集が配られるのに、数学では僕は見たことがない。その上、数学の教科書は、読み物としてあまり楽しいとは言えない。そこを補う役割として、数学は歴史をどう変えてきたか、はぴったりです。そもそも、学校でなぜ数学や理科を学ばなければならないのか。そこで学んでいることがどれだけハイレベルか。人類が作ってきた数学や科学はどういうものなのか。どれだけ今の学びが当たり前ではないものか。それを知っておくと、勉強のモチベーションになると思います。また、数学は苦手だけれど、歴史や読み物が好きな人におすすめ。数式は少なめで、わからなくても図で楽しめます。数学に関心できることは、数学を知る手がかりになり得ます。逆に、数学は得意だけれど、歴史に興味がない人にもおすすめ。僕はもともとこちらのタイプでした。年号や人名を覚えさせられたりして、現代の僕たちに何の関係があるのかわからない。中学校だと日本史に寄りがち。そこには今学校で学ぶ学問の話がかなり少ないと感じます。この本はベースは世界史。でも年号も人物名も覚えなくてよい。200ページ程度で数学と人類の歴史が軽めに学べます。すべてのご家庭に置いてほしい一冊です。この本の数学史は数学の真の学びを見せてくれます。だから万人向けの数学入門としておすすめ。計算や問題回答、正確さ以外の数学を見せてくれます。この本は数学を科目や専門という狭い枠組みで捉えません。瀬領氏によれば宇宙の真の姿、世界を理解するツールとしての数学を描いています。学校の数学のカリキュラムからこれを感じるのは非常に難しい。でも科学が好きな人は少なからず持っている世界観です。中学以降の数学は世界と数学を切り分けがちです。数学単体で学べるように配慮がされている。結果として数学は身近ではない問題解決技術に見えてしまう。でも
歴史的には全くそんなことはなかった。人類は必要だったから、数学や学問を作り出したんですよね。ピラミッドを作った古代エジプト人は、実用のために三角法を見出していた。天文学は、船での探索、航海に使える学問でもあった。その基礎があったから、天動説から地動説への転換は起こった。こういう話が印象に残っていれば、三角関数が不要とはなかなか思えません。逆に言えば、数学が現実に不要だと思うのは、現状の教え方では当然です。数学を非人間的に描いているのは、教育カリキュラムそのもの。物理や情報、歴史と切り分けて学ぶのは、本当に不幸なことだと痛感しました。したがって、この本にはそれなりに難しい話も出てきます。例えば、ゴールドバッハ予想。すべての2よりも大きな偶数は、2つの素数の和として表すことができる。1742年に提出されたシンプルな内容です。しかしながら、現在でも未解決の難問。でも、未解決問題があることを知っていれば、数学には研究することがない。そんなイメージは減らせるでしょう。答えがある問題ばかり学ばされれば、大学や研究や理論の世界、意義は理解できません。また、歴史はまっすぐに進歩してきたものでない。そのことも感じられます。例えば、口にできない数という説。無理数や負の数がいかに受け入れにくかったかの話。座標の考えを作ったデカルトですら、負の部分を書かなかったという。現代の教育では、マイナスの数を数直線で表すことを中学の最初に学びます。数学に苦戦するのは何も現代人だけではないんですね。この本で数学史を学べば、数学という科目への印象を変えてくれるでしょう。物理学は歴史をどう変えてきたか。これは同じ著者の物理バージョンです。数学の本でも、ガリレイの言葉が引用されていました。宇宙という壮大な書物を読むには、まずそこで使われている言語を学ばなければならない。それが数学だ。かつて、数学と物理は別々に分かれたものではありませんでした。ガリレオやニュートンは物理学者であって数学者です。したがって、物理の歴史を学ぶことは、数学の別の使い道を示すものです。例えば、天動説への転換のきっかけとなった、天文学者ケプラー。彼は数学にも物理にも登場します。ケプラーの法則の一つは、惑星は楕円軌道をしていること。幾何学と物理の密接な関係が感じられます。高校物理では発展的話題とされがちな量子論や量子力学、地学として分けられがちな天文や宇宙論の話もあります。子供の頃は科学や数学の話は好きだった。でも、学校の勉強は何か楽しくなかった。そんな人は、ぜひ数学や物理の歴史の本を読んでください。難しくともロマンある話が広がっています。数学と人間の歴史を知ると、数学を学ぶやる気は自然と出てきます。数学は歴史をどう変えてきたか、図で楽しめる本として、ぜひ手に取ってください。概要欄に Amazon へのリンクがあります。